はい、やっと加盟しております。本日は令和3年10月21日、ここは京都駅です。本日は京阪神地区と鳥取とを結ぶ第3セクターの特急列車スーパーはくと号に始発の京都駅から終点の倉吉駅まで全区間乗車をしていきます。この特急スーパーはくと号は並行する JR の急行列車や航空便をも廃止に追い込んだものすごい特急列車でして、今回はそんな化け物のような特急列車スーパーはくと号、そしてその車両を所有するハイパー第3セクター智頭急行の凄さを紹介していきます。よろしくお願いします。列車は8時50分に出発すべく JR 西日本京都駅6番線に入線していきます。第3セクター所有の特急列車ということで、一部区間ではライバル関係にある鉄道会社ですが、協力できるところは協力するということこそが収益を最大化する秘訣です。このスーパーはくと号は京都から JR 西日本東海道線山陽線と進み、途中の上郡から自社の智頭急行線に入っていきます。智頭からは再び JR 西日本の因美線で鳥取、山陰線で倉吉と進んでいくわけです。車両の形式名ホット7000ということになっていますが、このホットというのは第3セクターに出資する兵庫、岡山、鳥取の頭文字から取っています。そして7000というのは1車両あたりの出力数約700馬力というところから取っていると言われております。厳密には355馬力のエンジンを1車両あたり2つ積んでおりますので、正確には1車両あたり710馬力ということになるわけですが、細かいことはほっといてということなのかもしれません。というわけで列車は8時50分京都駅を出発していきます。今回私が乗車したのは自由席なんですけども、その自由席がね、このように全面展望が楽しめるパノラマ座席になっているというのがすごいところです。豪快なエンジン音にかき消されてしまいますが、途中止まります駅は新大阪、大阪、三宮、明石、姫路、上郡、佐用、大原、智頭、神戸、鳥取です。終点倉吉は12時30分の到着です。3時間40分の行程、京都から倉吉まで約300キロありますので、東京からの距離で言えば豊橋ぐらい、時間的にも距離的にもかなりロングランな特急ということになっているのがお分かりいただけると思います。11時ちょうど、大原11時12分、智頭11時28分、神戸11時48分、鳥取11時57分、終点倉吉には12時30分の到着です。うなるようなエンジン音を響かせながら東海道線を爆走していきます。とはいえ速度は120キロ程度、この辺り新快速でも130キロは出ますので、それに比べると若干遅いかなという気もしますが、この列車が気動車ということに目を向ければ、かなりね頑張っている方ということがお分かりいただけると思います。淀川を渡りまして、これから日本で2番目の大都会に侵入していく、そんなタイミングで聞くふるさとの車内チャイム、このね違和感がすごいんですよ。逆に私なんかだとこのミスマッチ感がねむしろ新鮮で、楽しいかなという気もするんですけど、皆様いかがでしょうか。よく考えたらこの大都会大阪に機動車特急が乗り入れているということ自体もね結構ミスマッチなのかなという気がいたします。同じく大阪駅に乗り入れる在来線特急ワイドビュー飛騨号も機動車ですが、それもね駅のホームで待っていて見かけるとかなりの違和感を感じるものです。というわけでふるさとのチャイムを再び聞き、大都会大阪のビル群を後にしていきます。これからねふるさとに向かっていく、そんな感じでしょうか。
そしてこの大阪から先は交通系 YouTuber のマトリョーシカさんと一緒に行くということになっております。この時ね、マトリョーシカさんとは初対面だったんですけども、鉄道の話で盛り上がって大変よくしていただきました。誠にありがとうございます。223系電車をゆっくりと横から追い抜いていく光景、複々線区間ならではの光景です。とはいえ出している速度はせいぜい120キロ程度。この列車本当に JR の急行列車や航空機を撤退に追い込んだそのような化け物特急なのか、ちょっと疑問が湧いてくるところですが、もしかすると、この辺り第三セクターの特急列車ということで JR 西日本様にちょっとはね遠慮しているのかもしれません。しかしながらその性能の一部はこの辺りでもしっかりと発揮していきます。それが今車体が傾いておりますが、カーブに差し掛かると作動する制御式振り子装置です。これによってカーブの多い区間でもかなりの速達化に寄与しております。そして今通過している駅は東海道線と山陽線の起点終点となる駅、神戸駅ですが、その駅もねゆっくりと通過をしていきます。これには兵庫県議会議員の野々村龍太郎氏も号泣。彼の地元西宮はもちろん通過するわけですが、そのように主要な駅さえも通過していくことで、新快速列車よりは多少は所要時間短縮に貢献しているようです。そして列車は京阪神地区の車窓で最も素晴らしいと言っても過言ではないこの須磨の浦の辺りを通っていきます。この辺りはカーブが連続しておりまして、特急スーパーハクトの性能、制御式振り子装置を遺憾なく発揮していきます。隣を走る山陽電車も悠々と追い抜き、そしてこの辺りを駆け抜けていきます。あとこれね面白いのが、電光掲示板にこの辺りの車窓の案内が出てきまして、この辺り初めて通る人でもその素晴らしい景色を見逃すことがないというのが面白いところです。列車は明石駅を出発して次の停車駅は姫路。この辺り制御式振り子装置はフルに発揮していくものの、まだこのスーパーハクト号の性能をフルに発揮する区間ではないのです。このスーパーハクト号、進化を発揮するのは上郡から先智頭急行線に入ってからです。というわけで列車姫路を出てから新幹線も停車する相生駅は華麗に通過しまして上郡へと進入していきます。ここから先智頭急行線に入り、このスーパーハクト号の本領を発揮していくのです。この智頭急行というもう名前からしてとても速そうな第三セクターの鉄道会社、この化け物のような機動車スーパーハクト号の進化を発揮できるところです。ここで運転士も智頭急行線の運転士に交代しまして、ここからいよいよ智頭急行に入っていきます。最初のうちはポイントの切り替えでかなりノロノロ20キロ制限ということで20キロですかね、それぐらいのゆっくりとした速度でポイントを切り替えていきます。しかしながらこれから智頭急行線に入ると驚くような走りを見せていきます。これより先は山間部を走行します。カーブなどで列車は左右に揺れる場合がございます。テーブルの上に置かれたお弁当やお飲み物を落とされませんように。また車内を移動される際は足元にご注意ください。飛行機の離陸時のような物騒なアナウンスがされますが、ここから智頭急行線に入るとそれも確かにそうだなと思わせるような走りをしていきます。というわけでポイントを切り替え終わるといよいよここから智頭急行スーパーハクトの全力の走りを見せていきます。これ初っ端から上り勾配が続いていくんですけども、その上りの勾配を感じさせないような異様な加速をしていきます。飛行機の離陸する時のような、それに近いようなこの景色、私これ智頭急行乗るの初めてだったんですけど、まずねこの加速に驚かされます。 JR 線とは明らかに違うようなものすごい加速をしていきます。そしてカーブに差し掛かるとこれまでも述べてきた制御式振り子装置をフルに発揮させ、速度を落とすことなく通過していきます。
そして直線区間に入るとまたさらに加速をしていきます。智頭急行線内の最高速度130キロまで一気に加速していくわけです。これはねものすごいことです。この智頭急行線は単線の路線ということにはなっていますが、高架の路線で建設されておりまして、他の交通と平面交差することはなく、そしてトンネルが各所にありまして、山があったら迂回するのではなくトンネルでぶち抜くという荒技をやってのけるのです。車両が傾きすぎて転げ落ちてしまうのではないかと思わせるぐらいの制御式振り子装置フルの稼働ですが、おかげでこのカーブをもろともせず130キロで通過していきます。これすごいのが智頭急行線内130キロが最高速度ということにはなっていますが、常にね130キロをキープしていくというのがすごいところです。通常130キロが最高速度といっても、カーブとかで速度を落とすということも結構あるんですけども、この智頭急行線はすごくて常に130キロをキープしていきます。そしてこの途中駅で普通列車とのすれ違いをしますが、このポイントも特急スーパーハクトが極端に速度を落とすことなく通過できるよう、こちらの線路はかなり直線的にポイントが作られているというのが特徴的です。高山本線の Y 字分岐器というのも結構有名なんですけども、それに近いものがここでも採用されておりまして、このスーパーハクト号ポイントで速度を落とすことなく通過できます。降り口の右側、智頭急行1番乗り場の到着です。お乗り換えのご案内いたします。JR 紀新線姫路方面普通列車播磨新宮行き JR 1番乗り場から11時3分、林の勝村方面普通列車津山行き JR 線2番乗り場から11時4分、それぞれの発車です。というわけでジェットコースターのように勾配を降りてきましたが、ここで到着する駅は佐用駅です。ちょうど右側にももう1本線路が敷かれていますが、こちらは JR の紀新線です。この佐用駅で JR 紀新線と接続するということになっているわけです。結構ねゆっくりと佐用駅の手前から徐行して進入していくということになっておりますが、ここはね天下の JR 西日本様が目くじらを立てておりますので、目をつけられないようちょっとね性能を隠しているのかなというふうにも見えてきます。実際そんなことないと思うんですけどね。ここで対向のスーパー稲葉とすれ違いをして、そして再び智頭急行の高速区間に入っていきます。この智頭急行線は今でこそ開業以来ずっと黒字を計上する驚異的な第三セクター線ということになっていますが、実はもともとは国鉄の路線として建設が進んでいたのです。しかしながら用地確保の 95%、路盤の 30% の工事が進んだところで、国鉄末期の赤字状況的に工事が凍結されます。しかしながら地元側の試算では JR 線に直通する優等列車を設定すれば黒字を出せるという試算を叩き出し、第三セクター路線として工事が再開されたのです。当時 JR 側はその試算にだいぶ懐疑的だったようですが、実際に開業してみるとその試算の2倍の輸送人員を誇るほどの大盛況だったようです。智頭急行線の開業と特急スーパーハクトの運行開始が1994年の年末だったということで、開業してほどなくして阪神・淡路大震災で被災するのですが、復旧後は着実に客を増やしていき、開業1年後の1995年には大阪と鳥取とを結ぶ航空便が廃止され、その後 JR 線だけを通る京都鳥取間の特急朝潮号や津山線因美線を通る急行砂丘が廃止され、いよいよ京阪神と鳥取とを結ぶ公共交通手段はこの特急スーパーハクト一強という状況を作り上げたのです。ちょうど今ご覧いただいている映像は、かつて JR 線の急行砂丘が通っていた因美線の南の部分、ご覧いただくと分かるように第三セクターに乗客を奪われ閑散としているというのがお分かりいただけます。こちらについてもまた動画で取り上げようと思いますので、チャンネル登録の上ご覧いただというわけで列車佐用駅を過ぎますと、次は大原駅へと停車をしていきます。本気になったら大原という宣伝文句がありますが、この特急スーパーハクト号は智頭急行線内常に本気の走りを見せていきます。そしてこの大原には車両基地も併設されておりまして、智頭急行線の普通列車で使うホット3500系が停車をしております。
この大原の車両基地で整備される車両は常に本気の整備をされそう、そんな小学生並みの感想が浮かんでまいります。そしてこの特急スーパーハクト号、車内にも随所に工夫がされております。この智頭急行線は全体の 40% 以上がトンネルなんですけども、その閉鎖感を感じさせないよう、このようにガラスはハーフミラーの構造を採用し、トンネル内でも車内が広く感じられるよう、そのような工夫がされているのです。珍しいですよね。このようなハーフミラーが採用された鉄道車両って多分ここだけじゃないですかね。そんな特急スーパーハクト号は鳥取と京阪新地区とを結ぶ、唯一の公共交通手段としてしばらく君臨してきたわけですが、21世紀に入るとその地位を脅かすような、そんな出来事が起こります。それが鳥取自動車道の開通です。高速道路が開通すると値段の面では負けてしまうということで、この特急スーパーハクトにはテこ入れがされます。それが車両のリニューアルです。もともとはコンセントはついていなかったのですが、窓側の座席にコンセントを設置したり、そしてこちらの大型荷物スペース、これバーもついていて、特急スーパーハクトの振り子の性能を発揮してもスーツケースが通路に飛び出してくるということもね、防げるわけです。そしてこちら洗面台ですが、これもね、なかなかおしゃれなデザイン。半分がエメラルドグリーンというのかな、緑色、そして半分が黒、なかなかねおしゃれなんですよね。そしてこちら見てください。これ通常この電車の洗面台のなんて言うんでしょうね、このカーテンのようなものって無地というか結構地味な色が採用されることが多いと思うんですけども、なんかねこれ銭湯にいるようなそんな布が採用されています。ここまでね銭湯にいるような気分にさせてくれる鉄道っていうのもなかなかないんじゃないですかね。そのような経営努力によってか分かりませんが、高速道路開通後もこの特急スーパーハクト号の乗客が大幅に減るということはなく、その後も智頭急行は黒字を叩き出していくのです。さすが化け物機動車ですよね。列車まもなく智頭急行線としては終点となる智頭駅へと進入していきます。ここから先は JR 西日本因美線へと乗り入れていくということになります。隣の左に見えている路線が JR 西日本因美線。路線の緑化事業に力を入れているのかと思ってしまうくらいのこの雑草の生え具合、この線路をね一目見ただけでこの違いが露骨に分かるのが智頭急行と JR 西日本のローカル線でございます。ここも JR 西日本様にこのスーパーハクト号の性能を悟られないようゆっくりゆっくりと智頭駅へ進入していきます。ここで再び運転士が JR 西日本の方に切り替わり、そしてこの智頭駅を出発していくことになります。上郡で JR 西日本からダットのごとく駆け抜けてきたこの特急スーパーハクト号ですが、ここで再び JR 西日本の路線に戻っていくということになるわけです。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。特急スーパーハクト番号紫です。下からの振動がすごい。JR 西日本因美線に入ってまず露骨に感じられるのがこの下から突き上げるような揺れとそのジョイント音です。智頭急行線内はかなり補線がしっかりされていまして、このような揺れや、そもそも線路のジョイント音さえ聞こえないような、ロングレール化がされていたわけですが、こちらの因美線に入るとそんなことは全然なく、線路の補線さえもちょっとねおぼつかないような感じになっているというのが見て取れます。この智頭急行線、偉大なる第三セクターと JR 西日本のローカル線の違いというのがね露骨に感じられるのが面白いところです。次はこれ軍下と書いて高下と読むんですね。なかなかな難読の駅名、そんなの読めるかと言いたくなりますが、ここで前方を見ると60キロ制限、先ほどの智頭急行線内130キロの速度に慣れていると歩いているかのような速度に錯覚してしまいます。ウサギと亀の競争で言えば、もともとウサギとして走っていたのに途中でどこかで亀役に切り替わってしまったのかと
そんな錯覚に陥るところです。実際には60キロということで自動車の一般道の最高速度くらいは出ているわけですが、それでも先ほどの智頭急行線が偉大すぎてノロノロ走っているようにしか見えないのが面白いところです。まもなく高原に到着します。高原の次は鳥取です。新大阪の辺りで聞いたふるさとチャイムは違和感しかありませんでしたが、この辺りまで来るとさすがにね、確かにふるさとだなという感じがするものです。私は鳥取県には縁もゆかりもありませんが、このような地方ののどかな風景を見ているとやはりね、なんだか懐かしくなるような、そんな気分がしてならないところです。高原駅を出発すると次はいよいよ鳥取駅。この鳥取で JR 因美線は終点です。ここから先は向こうから近づいてきます山陰線に乗り入れていきます。この鳥取駅周辺は線路が高架化されておりまして、なんとなくね、先ほどの智頭急行線に似たような雰囲気を感じさせてくれます。でこの鳥取を過ぎると次は終点倉吉ということになっております。いよいよラストスパート、3時間40分の行程も間もなく終了です。とはいえほとんどのお客さんはね、この鳥取で下車されていきまして、終点倉吉まで行かれるお客さんはあまりいないようです。そしてこちらの浜村駅ではドアは開きませんが、対向列車とのすれ違いのため少々停車をいたします。こちらは特急列車、そして向こうは普通列車ですが、こちらの特急列車がね、少し待つというちょっと変わった運用になっております。対向のスーパーハクト号ともすれ違いまして、いよいよここからラストスパートという本気の走り。先ほどの智頭急行線ほどではありませんが、結構ね飛ばしています。速度計見ると120キロ、 JR 西日本の閑散とした地区でこれだけの速度が出ているというのは驚異的なことです。確かに山陰本線は本線とつくだけありまして、一応は幹線の扱いになっていたと記憶していますが、それでもね、これだけの速度が出るというのは驚異的なことです。最後の区間でもしっかりと制御式振り子装置を作動させていくのも特徴的です。まもなく終点の倉吉です。We will arrive at the Kurayoshi terminal in a few minutes. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. 終点倉吉に到着いたします。降り口は左側です。というわけで特急スーパーハクトは3時間40分の運行を終えるべく、まもなく終点倉吉に滑り込んでいきます。比較的長い行程ではありましたが、その化け物性のっぷりを観察していると全然飽きることなく3時間40分が過ぎ去ります。東海道山陽地区の都会を機動車で爆走するミスマッチ感、そして智頭急行線内の本気の走り、因美線での亀のような走りも、今思えば緩急がつくという面で良い刺激になりました。ラストスパート山陰線の区間でも120キロの高速運転と制御式振り子装置のフルの稼働、その化け物っぷりを遺憾なく発揮してくれまして、全線にわたって飽きることがないのがこの特急スーパーハクトなのです。その中でも特に智頭急行線内の走りっぷりは目を見張るものがあります。航空便や JR の急行特急が撤退してしまうのも無理はないと納得させてくれる走りっぷりを見せてくれたのです。これ単なる移動手段としてだけではなく、エンターテインメントとしても皆様にお勧めしたい特急列車の一つでございます。というわけで今回の動画は以上となります。最後までのご視聴誠にありがとうございました。そして智頭急行に乗客を奪われたかつてのメインルート、因美線、姫新線や津山線の動画もまたあげようと思いますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。